ばんは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。猫先輩です。ウサピョムです。今日もよろしくお願いします。今日は自炊と台所の日本語をやります。待ってました。私、最近やっと自分でご飯を作り始めました。いいですね。今日は料理の名前より作る手順の言葉を集めます。手順の言葉。レシピが読めない原因。多分そこです。その前に前回の復習をしましょう。何の話でしたか？給与明細と源泉徴収票の解題でした。キーフレーズは、取らぬたなきの川山用です。よく覚えてましたね。手に入る前から当てにするという意味です。あれから明細をちゃんと見て、外食を少し減らしました。その流れで今日の話です。作る側の言葉を覚えましょう。まず、自炊という言葉から、自分で炊くと書きます。ご飯を炊くの炊くですね。そうです。今は自分で食事を作ること全体を指します。私、日本に来てから半年はほとんど外食でした。いい質問です。珍しくないです。日本はそこそこ安くて美味しい店が多いですから。へえ。でも、だんだん味が濃く感じてきて。あります、それ。味が濃い、薄いは自炊でよく使う言葉です。自分で作ればそこを調整できるってことですか？できます。自炊の一番の利点はそこかもしれません。なるほど。節約のためだと思ってました。それも大きいです。ただ、毎日作らないと気負うと続きません。わかります。一家で力尽きました。今日はその3日を超えるための言葉と考え方を並べます。はい、お願いします。まず何から聞けばいいですか？そうです。買い物です。料理は店を出た時点で半分決まってます。買い物で一番大事なのは使い切れる量を買うことです。はい、使い切る。全部使うということですか？そうなんです。そうです。切るが後ろにつくと最後までやりきる意味になります。食べきる、飲みきるも同じですね。その通りです。逆に残った野菜がしなびるのが一番もったいない。わあ、しなびる。初めて聞きました。水気が抜けてしおれることです。野菜がくたっとなる状態ですね。うちの冷蔵庫、それだらけです。だから1週間分をまとめて買わない方が最初はうまくいきます。確かに、まとめ買いは上級者向けということですか？使い道が浮かぶようになってからで十分です。使い道。使う道と書くんですね。はい、これに何を使うかという意味です。そうなんですか。安いから買うはやめた方がいいですか？鋭いです。特売は魅力的ですけどね。使い道が浮かばないなら見送るのも手です。見送る。買わないで帰ることですね。今回は買わないと決めることです。人にも物にも使えます。覚えます。あと、旬という言葉もよく見ます。はい、その野菜や魚が一番美味しくて安い時期のことです。美味しくて安い。いいことしかないです。売り場で山積みになっているものがだいたい旬です。ですよね。山積み。わかりやすい目印ですね。値段も下がってますし、味も濃いので味付けが楽になります。味付け。それも今日出てくる言葉ですか？その通り。3幕目でたっぷりやります。まずは家に帰るところまで進みましょう。家に着いたらすぐ料理を始めなくていいです。そうなんですか。先にやると後が楽になる作業があります。下ごしらえと言います。そうですか。下ごしらえ。下にごしらえ。こしらえるは作るという古い言い方です。前もって作っておくですね。具体的には何をするんですか？野菜を洗う、皮を剥く、切る。ここまでを先にやります。剥くは皮を取ることですか？そうです。皮を剥く。リンゴにもじゃがいもにも使います。道具は
包丁じゃなくてもいいですか？皮むき器が楽です。ピーラーと呼ぶ人も多いですね。メモします。洗った後は水気を切るんでしたっけ？その通り。よく出てきましたね。水気を切る。ざるにあげて水を落とします。ざる。穴の開いた入れ物ですね。はい、水気が残ってると炒めた時に水っぽくなります。なるほど。水っぽい。それ、この前まさにやりました。いい質問です。みんな通る道です。ぽいはそういう感じを表します。安っぽい、子供っぽい、の、ぽいですか？同じです。いい意味ではあまり使いません。わかりました。下ごしらえ。思ったより地味な作業ですね。そうです。地味ですけど、ここが住んでると平日の自分が助かります。未来の自分への仕送りみたいですね。うまいこと言いますね。まさにそれです。道具の名前もここで押さえましょう。知りませんでした。お願いします。店で聞くのが恥ずかしくて。そうなんです。まず、まな板。切るときに下に敷く板です。木のものとプラスチックのもの、どちらがいいですか？好みです。ただ、肉や魚を切った後は必ずよく洗ってください。いいですね。そのまま野菜を切ったら危ないですか？鋭いです。生の肉の汁がついたままだと心配です。順番は野菜が先。野菜が先。覚えました？次にボウル。混ぜるときに使う丸い入れ物です。混ぜる。かき混ぜるとも言いますか？言います。かき混ぜるの方が勢いよく混ぜる感じです。フライパンと鍋は使い分けがありますか？はい。浅い方が炒め物、深い方が汁物と煮物です。はい。炒め物、汁物、煮物。物がつくと料理の種類になるんですね。いいところに気づきました。焼き物、揚げ物、蒸し物も同じです。木に増えました。あと、菜箸。料理の時に使う長いお箸です。食べるお箸と分けるんですね。熱い鍋に手を近づけずに済みますし、衛生的です。助かります。全部揃えないと始められませんか？いいえ、包丁とまな板と鍋が一つあればもう十分に始められます。気が楽になりました。ではレシピを開いた時の話をしましょう。そこです。日本語のレシピ、単語は簡単なのに読めません。いい質問です。レシピは材料と手順の2つに分かれています。材料、使うものの一覧ですね。はい。上に何人分か書いてあります。2人分、4人分のように。一人暮らしだと半分にすればいいですか？基本はそれで大丈夫です。ただ調味料は半分より少し多めが無難です。無難ですか？はい。難がないで大きな失敗をしにくいという意味です。なるほど。手順の方は番号がついてますよね。ついてます。1、2、3と進みますが、途中で戻る指示も出ます。戻る指示。例えば、1で切った野菜を4で入れる。だから最初に全部読むのが安全です。私1行ずつ読んで慌ててました。料理が難しく感じる原因、半分はそれです。はい。残りの半分は何ですか？火です。次の幕は切り方と火加減をまとめてやりましょう。火加減。その言葉、レシピで必ず見ます。そうです。そこが分かればレシピの半分は読めたも同然です。買い物の話にもう一つだけ足させてください。常備品です。確かに、常に備える品ですか？そうです。家にいつも置いておく食べ物のことです。例えば何ですか？米、卵、皮むつ、缶詰。あと、玉ねぎと人参は日持ちします。日持ちする。長く持つということですね。その通り。はい、日が持つと書きます。逆は傷みやすいですね。
そうなんですか。挑む。怪我の傷と同じ字ですか？同じです。食べ物が悪くなる時にも使います。縄むつというのは、干して水分を抜いた食べ物です。長く置けて戻して使います。戻す。水につけることですか？そうです。水につけて元の状態に戻します。常備品があると何がいいんですか？疲れた日に買い物に行かなくて済みます。それが一番の効果です。疲れた日ほど外に出たくないです。その日に自炊できるかどうかが常備品で決まります。ですよね。あと、切らすという言葉も聞きます。在庫がなくなることです。醤油を切らしたのように使います。切らした。それ、昨日やりました。切り方にはそれぞれ名前がついています。メモします。千切り、みじん切り、輪切り。よく見ます。鋭いです。千切りは細長く切ること。線の糸のように細くというイメージです。キャベツのやつですね。それです。みじん切りはもっと細かく粒みたいにします。なるほど。玉ねぎのみじん切りで、いつも泣いてます。みんな泣いてます。輪切りは丸い形を保ったまま横に切ります。輪という字がそのままですね。はい。あと乱切りという少し変わったものもあります。乱れるの乱ですか？そうです。回しながらわざとバラバラの形に切ります。わかりました。バラバラでいいんですか？面が増えるので味が染みやすくなります。煮物によく使います。しみる。味がしみるっていい響きですね。はい。いい言葉です。染み込むとも言います。はい。あと、一口大という指示も見ます。一口で食べられる大きさという意味です。大きさは自分で決めていいです。そういうゆるい指示多いですね。日本のレシピは読む人を信用している部分があります。わあ、信用されてたんですね。気づきませんでした。包丁の持ち方も一度だけ話しておきましょう。はい、怖くて、いつも力が入ります。押さえる方の手を猫の手にします。指を軽く丸めるんです。猫の手。かわいい名前ですね。指先が引っ込むので、刃が当たりにくくなります。助かります。刃物の刃ですね。そうです。あと、切れない包丁の方が危ないです。逆じゃないんですか？力を入れないと切れないので、手が滑った時に大きく動きます。そうですか。納得しました。研ぐというのはそのためですか？そうなんです。はい。刃を研ぐと言います。お米を研ぐの研ぐと同じ字です。お米を研ぐ。洗うじゃないんですね。昔は強くこすってましたからね。今は優しく洗う程度で十分です。言葉だけ昔のまま残ってるんですね。日本語にはそういう言葉がたくさんあります。では火加減です。今日の山場かもしれません。なるほど。加減という言葉自体が難しいです。足すと引くと書いて、ちょうどいい具合という意味になります。塩加減、力加減も同じですか？同じです。何かの強さをちょうどよく調整する感覚ですね。はい。火加減は3段階でしたっけ？基本は3つです。弱火、中火、強火。読み方は難しいです。火が火になるんですね。その通り。そこが引っかかりますよね。弱火、中火、強火です。もう一度お願いします。弱火、中火、強火。言えました。目安はありますか？炎が鍋の底にしっかり当たっていれば中火です。知りませんでした。はみ出したら強火ということですか？そうです。そこから離れて小さく揺らいでいるくらいが弱火です。電気の場合はどうすればいいですか？いい質問です。数字がついてますよね。真ん中あたりを中火だと思えば大丈夫です。いいですね。もっと弱い火はありますか？とろ火があります。ゆっくり煮込む時のごく弱い火です。
とろび、とろとろから来てるんですか？同じ感じです。ゆっくり、静かにという響きですね。火加減。思ったより感覚の言葉ですね。そうです。だから様子を見ながらという言い方が多いんです。加熱の動詞も整理しましょう。ここは数が多いです。そうなんですか。焼く、炒める、煮れる、茹でる、蒸す、揚げる。鋭いです。よく言えました。違いは何で熱を伝えるかです。なんでというのは、茹でるはお湯、蒸すは湯気、揚げるは油、焼くは直接の熱です。きれいに整理されました。煮ると茹でるはどう違うんですか？いい質問です。茹でるはお湯に入れて火を通すだけ。味はつけないんですね。はい。煮るは味のついた汁の中で火を通します。火を通す。それも便利な言い方ですね。はい。中まできちんと熱が入るという意味です。生焼けの反対ですね。ですよね。生焼け。それ、避けたいです。肉は特に中まで火を通してください。心配なら切って確かめます。炒めると焼くも似てますよね。炒めるは混ぜながら動かします。焼くはあまり動かしません。だから焼き目がつくんですね。よく気づきました。焼き目、いい言葉です。こんがりとも言います。とんがり。美味しそうな響きです。揚げ物は最初は避けてもいいと思います。油の後始末が大変なので。後始末。片付けのことですね。そうです。最後の幕でそこもちゃんと話します。煮るときの合図の言葉もいくつかあります。わかりました。沸騰したらというやつですか？それです。沸騰はボコボコと泡が立つ状態です。沸騰したら弱火にするが多いですね。そうです。強いままだと吹きこぼれます。吹きこぼれる。鍋から泡が溢れるやつですね。経験ありますね。あれ掃除がかなり面倒です。はい。アクを取るというのも見ます。煮ると白っぽい泡が浮いてきます。あれをすくって捨てます。取らないとどうなりますか？えぐみが残って汁が濁ります。ただ神経質にならなくて大丈夫です。よかった。落とし蓋というのも出てきました。そうなんです。鍋の蓋ではなく材料の上に直接乗せる小さい蓋です。何のためですか？少ない汁でも全体に味が回ります。のければアルミホイルでも代用できます。代用。代わりに使うですね。はい。台所は代用でだいたいなんとかなります。確かに。その考え方好きです。道具を全部揃えるより手を動かす方が早く上手くなります。ご飯の炊き方もここでやっておきましょう。そうですか。炊飯器に入れるだけじゃないんですか？いい質問です。ほぼそうです。ただ言葉が3つあります。研ぐ、果たす、蒸らす。飲むはさっき出ましたね。はい。水を入れて優しく混ぜて水を捨てる。これを何回か繰り返します。水が透明になるまでですか？うっすら濁っていて大丈夫です。やりすぎない方がいいと言われます。出すというのは水につけて米に水を吸わせることです。30分ほど置きます。吸わせる。吸の刺激系ですね。よくご存知で。料理は刺激系がよく出てきます。メモします。染み込ませるとかですか？まさにそれです。材料に何かをさせるという発想なんですね。最後の蒸らすは炊けた後、蓋を開けずに少し置くことです。ここで味が決まります。当てずにいつも開けてました。気持ちはわかります。最近の炊飯器は蒸らしまで自動でやってくれます。なるほど。じゃあ、開けなければいいだけですね。そういうことです。炊けたらしゃもじでそこから返します。しゃもじ。ご飯用のあのヘラですね。
火を使う以上、安全の話も一度しておきます。お願いします。まず、換気扇を回してください。匂いも煙もかなり違います。はい、換気扇。空気を変える扇風機ですね。はい、その通りです。次に、油はね、濡れた食材を油に入れると跳ねます。跳ねる。飛び散る感じですか？そうです。だから、水気を切るのが安全にもつながります。助かります。さっきの話がここでつながりました。最後頃は全部つながってます。あと、火をつけたまま離れないでください。ちょっとスマホを見るくらいなら。それが一番危ないです。2分のつもりが10分になります。耳が痛いです。耳が痛い、それもいい表現ですね。言われて辛いという意味で使ってます。その通り、正しい使い方です。最後に消したかどうか、必ず目で見て確かめてください。指差し確認ですね。それをやる人意外と多いですよ。習慣にすると強いです。さて、味付けです。ここが自炊の楽しいところです。なるほど。楽しいところで一番失敗してます。順番の話を知ると少し変わりますよ。さしすせそ、聞いたことありますか？ひらがなのさしすせそですか？そうです。調味料を入れる順番の覚え方なんです。順番があるんですか？さが砂糖、しが塩、すがお酢、せが醤油、そが味噌です。はい、せで醤油。少し無理がありませんか？そうなんです。鋭いです。昔はせうゆと書いたんですよ。なるほど。それでせなんですね。この順番には理由があります。砂糖は染み込むのが遅いんです。知りませんでした。だから最初ということですか？はい、塩を先に入れると材料が締まって砂糖が入りにくくなります。締まる。硬くなる感じですか？そうです。あと、お酢と醤油と味噌は香りが飛びやすいんです。いいですね。香りが飛ぶ。面白い言い方ですね。熱で香りが逃げるということです。だから後の方に入れます。味噌汁で最後に味噌を入れるのはそれですか？鋭いです。その通りです。煮立てると香りが弱くなります。今までぐらぐら煮てました。今日から変えられますね。それだけで味が変わります。次は分量です。レシピの大さじと小さじ。そうなんですか。家のスプーンで代用してました。気持ちはわかります。ただ、この2つは決まった量なんです。決まった量。何ミリリットルですか？さじが15、小さじが5です。3倍の差ですね。3倍。間違えたら大変ですね。塩で間違えると食べられなくなります。計量スプーン買います。100円ぐらいで買えますし、最初の投資としては安いです。ですよね。あと、適量という書き方も困ります。そうです。出ましたね。適した量、つまりちょうどいい量です。そのちょうどいいがわからないんです。最初は少なめから始めてください。足せますが引けませんから。足せるけど引けない。名言ですね。少々と一つまみも覚えておくといいです。違いがあるんですか？少々は指2本でつまむ量。一つまみは指3本です。指の本数で決まるんですか？そういう説明が多いです。要はほんの少しということですね。目分量という言葉も見ました。目で見て大体で決める量のことです。慣れた人の技ですね。いつかそう言われたいです。そして味見です。これが一番大事かもしれません。なるほど。味を見ると書くんですね。はい。味を確かめること、全体を味見と言います。いつやればいいですか？調味料を入れた後、火を止める前、この2回は必ずやってください。わかりました。味が濃かったらどうすればいいですか？
その通り。水か出汁を足して薄めます。汁物ならそれで戻せます。薄める。薄いの仲間ですね。そうです。逆に薄い時は少しずつ足します。一度に入れないでください。はい、少しずつ。焦るとやってしまいます。そこで味を整えるという言い方が出てきます。整える。調べるじゃないんですね。同じ字ですが、読みも意味も違います。ちょうどよく整えるです。わあ。レシピの最後によく出てきます。塩で味を整えるが定番の言い方ですね。味見の時、熱くてわからないことがあります。いい質問です。小腹にとって少し冷ましてから味を見るとはっきりします。確かに、冷ます。自分から冷たくする方ですね。はい。勝手に冷えるのが冷める。自分でやるのが冷ます。自動詞と他動詞のペアですね。よくご存知で、台所はそのペアの宝庫です。出来上がったら盛り付けです。盛り付け。皿に乗せることですか？そうです。盛るが器に入れるという意味です。助かります。大盛りのもかりですね。同じです。山盛りという言い方もあります。山みたいに盛る。想像しやすいです。盛り付けで少しだけ意識すると変わるのが彩りです。そうですか。彩り。彩りと読むんですね。はい。茶色ばかりの皿に緑か赤が少し入るだけで美味しそうに見えます。うちの料理、確かに茶色いです。茶色い料理はだいたい美味しいですけどね。その一言で救われました。薬味を少し乗せるだけでも彩りになります。ネギとかごまとか。薬味。薬の味と書くんですね。香りや辛みで味を引き締める役です。少しでいいんです。メモします。引き締める。さっきの締まるの仲間ですか？はい、同じ字です。ぼやけた味に輪郭がつく感じですね。食べる前に湯気の写真を撮りたくなります。湯気は出来たての証拠ですからね。出来たて。それも今日の収穫です。ここまでの言葉を一つの料理でつないでみましょう。何を作りますか？味噌汁にしましょう。手順が短くて言葉が全部出てきます。作れる気がしません。4つの動きだけです。出汁を取る、身を切る、煮る、味噌を溶く。知りませんでした。身というのは何ですか？汁の中に入れる具のことです。わかめ、豆腐、ネギ、何でもいいです。とも言うんですね。はい、おにぎりの具と同じ使い方です。いいですね。出汁を取るが難しそうです。粉になっているものを溶かすだけでも大丈夫です。まずいっぱい作ることが大事です。気が楽になります。煮を入れて、煮えたら火を弱めます。ここで思い出してください。味噌は香りが飛びやすい。その通りです。だから火を弱めてから溶きます。煮立てません。溶くというのは混ぜることですか？鋭いです。汁の中で塊をほぐして広げることです。お玉の上でやると楽です。ほぐす。塊を崩す感じですね。はい、肩の力をほぐすのように人にも使えます。はい、これなら今日は作れそうです。その一杯が明日の自信になります。食べ終わった後の話もしておきましょう。ですよね。残ったおかず、どうすればいいですか？そうです。まず粗熱を取ります。粗熱。初めて聞く言葉です。出来たての強い熱のことです。それが引くまで少し待ちます。熱いまま冷蔵庫に入れたらダメですか？庫内の温度が上がって他の食品にも良くないと言われます。だから粗熱を取ってから。はい。ただ常温で長く置くのも避けたいので、そこはほどほどに。常温。部屋の温度ということですね。そうなんです。そうです。保存容器に入れて日付を書いておくと安心です。
へえ、日付。書いたことなかったです。いつのものかわからないが一番怖いですからね。何日ぐらいで食べきればいいですか？映像なら2日か3日を目安にする人が多いです。なるほど、目安ですね。決まりではなく、季節と食材と保存の仕方で変わります。匂いや見た目が変なら食べないでください。迷ったらやめる。それが一番です。もっと置きたいなら冷凍という手があります。冷凍したものは解凍しますよね。はい、溶けるの解に凍るで解凍です。はい、漢字が意味そのままで助かります。そして片付けです。自炊が続くかどうかはここで決まります。わあ、痛いところを疲れました。洗い物が溜まると次の日台所に立ちたくなくなります。台所に立つ。料理をするという意味ですか？その通り。そうです。よく使う言い回しです。溜まるはどんどん増える感じですね。はい。ストレスが溜まる、洗濯物が溜まるも同じです。確かに。どうすれば溜めずに済みますか？煮ている間に使い終わった道具を洗ってしまうんです。待ち時間を使うんですね。そこが今日のキーフレーズにつながります。もう少しだけ待ってくださいね。そうなんですか。楽しみです。生ゴミはどうしてますか？いい質問です。水気をよく切ってから袋に入れます。匂いがかなり変わります。また、水気を切るが出てきました。台所の中で何度も出てくる表現です。覚え読ですね。覚え読。得をするの得ですか？はい、覚えておくと得をするという意味です。今日は覚え読ばかりです。冷蔵庫の使い方も少しだけ話させてください。入れておけばいいじゃないんですね。鋭いです。詰め込みすぎると冷気が回りません。7割ぐらいがいいと言われます。詰め込む。ぎゅうぎゅうに入れることですね。そうです。予定を詰め込むのようにも使いますね。それ、やりがちです。がちも便利ですね。そうなりやすいという意味です。メモします。忘れがち、遅れがちも言いますか？言います。あまりいい話には使いませんけどね。半端に余った野菜はどうしてますか？はい。半端。いい言葉を使いましたね。中途半端の半端です。なるほど。中途半端。よく聞きます。半端な野菜はまとめて汁物にすると片付きます。全部入れていいんですか？だいたい合います。火の通りにくいものから先に入れてください。わかりました。火の通りにくいもの。硬い野菜ですね。そうです。根の野菜が先、葉の野菜が後。これだけ覚えれば十分です。根が先、葉が太。覚えやすいです。捨てる量が減ると買い物もうまくなります。全部つながってます。はい、最初の話に戻ってきました。最後に続けるための考え方を話させてください。3日で終わらない方法ですね。全部を手作りにしなくていいんです。いいんですか？ご飯だけ炊いて、あとは買ってきた惣菜。これも立派な自炊です。惣菜。お店で売ってるおかずですね。はい、冷凍の野菜も切る手間が省けて便利です。はい、手間が省ける。手間というのは、かかる手数と時間のことです。手間がかかる、手間を省くで使います。手抜きという言葉もありますよね。ありますが、少し責任の話になるので使い方に気をつけてください。助かります。人に言うと失礼になりますか？なり得ます。自分に使う分には軽くて便利な言葉です。今日は手抜きですと自分で言う分にはいいと。そうなんです。そういうことです。あと、同じものを何日も食べていいんです。飽きませんか？味を少し変えるんです。同じ煮物に次の日は卵を落とすとか。そうですか。卵を落とす。割って入れることですか？そうです。台所の言葉は動きがそのまま名前になっています。だから覚えると絵が浮かぶんですね。
では、今日の言葉を整理しましょう。はい、お願いします。料理が上手な人を日本語ではこう言います。手際がいい。手際。手の際と書くんですか？そうです。手の運び、つまりやり方や段取りのことです。早いという意味ではないんですか？速さより無駄のなさです。順番が良くて待ち時間を使えている人ですね。さっきの煮ている間に洗うですね。まさにそれです。あれができると手際がいいと言われます。すみません。もう一度お願いします。手際がいい。反対は手際が悪い。こちらはあまり人には言いません。自分に使う方ですね。そうですね。料理以外にも使えます。仕事でも引っ越しでも。例えば、どんな文にできますか？あの人は手際がいいから任せると早い。これが一つ目です。手際よく片付けて先に休みました。これが二つ目です。手際よくとよくの形にもなるんですね。はい、そちらの方が文の中では使いやすいかもしれません。今日から目標にします。では練習しましょう。私が場面を言うので頭の中で言ってみてください。はい。友達が30分で2品作って片付けまで終わらせました。何と言いますか？ 3、2、1。手際がいいね。私も洗い物を先に済ませたいな。完璧です。褒め言葉と自分の目標が一緒に入っていました。言えました。嬉しいです。今日は自炊と台所の言葉をまとめてやりました。下ごしらえ、火加減、味を整える。全部、動きの言葉でした。そうですね。だから一度作れば体で覚えられます。今週末何か作ってみます。いいですね。うまくいかなくてもそれも経験です。水っぽくても食べます。その意気です。今日のキーフレーズは手際がいいでした。皆さんも台所で使ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。